そうに作ってでどこをどう見てもレバニラです。はい、はい、こうしたらいいですよ。すげえ。でかいやつとしか当たらないんですよ。挨拶みたいなもんですよ。済ましてもらってるんで。左手上がって右上がっていい神社は生姜湯もあると。やばいやばい。はい、せーの。よいしょ。です。30秒ぐらい買ってもらうだけで。はい。どうした？よし。
じゃあスワッチ、はい、卵料理何やったらいいですか？溶き卵。ニラ玉はどうでしょうか？今日レバニラするんで。ああ、そっか、ニラ使うのか。ニラ使うんですよ。ポーク卵ないか、ポークが。豚と卵って言われたので他人丼しかわかんないですよ。ああ、まあいいじゃん、それもそれで。大丈夫。来てましたけど、全然大丈夫、これぐらいは。俺は、あの卵を白菜と豚としめじでなんかやりたいんですよね。
ちょっと中華風っぽくする感じ。そうそう。だからオイスターソースを使うか、オイスターソースと甜麺醤とああいいじゃん。ニンニクでなんかやるんです。だから先に卵を炒めないといけないんですよ。カラオケのゲームめっちゃ面白かったね。74点に近づける。あれ毎年やってる？去年からですね。あ、去年から？その前は誰が一番点数が高いかみたいな。ああはいはい。だからシンプルに歌が上手い人がそうそう。強い。でも北洋山さんが歌うまかったのがびっくりした。うまいですよ。めっちゃうまいね。しかも歌い方もかっこいいし。いや、なんだかんだうちの人はうまい人多いです。うまい人多いよね。横澤もめっちゃうまいしね。俺下手な部分いいっすよ。だって 74.9 点ぐらいやってたの。はい。途中まで1位だったの。いや、だってやるってなったらもう切る今日ははい。醤油の肉は豚です。醤油と豚か。ちょっと珍しいんだよね。でも今日醤油したくなかったです。なんだ。土曜日が醤油だからです。場所前日ショップだからショップだから。本当はやりたくなかったんですけど、順番的に醤油なんですよね。なんで醤油したかって味噌がいないんですよね。あ、ないんだ。よし、なぜ鍋は終わり。はい。洗い物っていう洗い物がないですもんね。あれもってやらもんないね。多分飯食うの遅いんだろうな。なんで？必勝祈願下でやりに行くんで。毎年やってるっす。取りに行くっすか？行こうかな。下の神社で？そうそうそう。下のだから今からやるものはレバニラと、はい。でさっき言ってた中華風と、はい餃おお、餃子だ。必勝祈願って毎場所やる？子やってるっす。あ、そうなんだ。こんな裏庭にあんだね、冷凍庫。これ使おう。買う？あの冷凍庫もパンパンに肉入ってる。いや、ちゃんと整理すればまだ入るです。箱の状態で入れたりしてるから箱を取り出してあれすれば入るからでもほぼ肉、中身。ほぼ肉っす。本当。いいよ、カメラにアピールして、今から醤油入れますみたいな。しっかり混ぜ合わせ。全体的に中華ってね、あ確か餃子も同じだね。そもそも昨日も中華だね。麻婆と確かに。連続中華。あ、カズとか感謝しちゃった。あ、よかった。
この油をちょっと入れてなんか怒ってなってたもん。本当はみりんを取りたい、だけど取りに行くのがめんどくさい。どこにあるの？倉庫になってます。卵を買ってるってです。ジャルジャル出る。ジャルジャル出る。いやいやいや、ジャルジャル出るんですか？下。出ませんよ。近い。これ撮ってるんですか今？これ撮ってるんですか？ごめん、綺麗な。目玉。おお。こっちはお笑い見たことある？ないです。あ、ないんだ。興味が。そもそも興味ないもん。昔は興味あったの？昔は好きだった。あ、新喜劇とか見てました。あ緑っぽいやつ。そうっす。あ、ネギ入れればよかった。だって今この量積んでるじゃないですか。こんだけ余ってるんですよ。やば。山盛りじゃん。すいません、これが限界です。すいません、レバニラだけどレバニラじゃない。え？焼肉のタレ。ああ、でもなんか昨日言ってたよね。焼肉のタレでやってくださいって。だから実行。だからレバニラだけどレバニラじゃない。レバニラってなんだっけ、調味料？あ、そう。ニラ大丈夫ですか？毎回巻き込まれてる。それ美味しいです。どれを？ニラを。あ、ニラじゃない。しんなりなったらもういいね。外いる。はい、終わり。できたよ。やばい。やば。
うわこれ俺でもレバーそっか苦手なんだよね。そうこうやってやっときながら食えない人間なんでこんな美味しそうに作ってでレバーに対してのニラの量ねね。ニラ多め。8袋いったんですよ。 8？ 8どこをどう見てもレバニラです。大きめ。レバー好きな人はご飯欲しくなるんじゃないの？作りすぎたんです。ちょっとこう後ろにここに置かしてもらう。ちょっと量が大きいか。正直ってこれだけでした。そう米炊けたんですか？分かってはいる。このさ正直いいですか？やば水多くね？多分多かった。あと多分これ上がったばっかっていうのもある。乾きついたやん。すごい。ミノル？割れちゃった。あ、今90してます。これがすごい結構大量に届いたね。届いてるんですよね。手作りです。手作りだね。毎年本当持ってきてくれるんですよ。めっちゃありがたい。ありがたいことに。ね特に冷凍餃子じゃないからすごいうん。使いやすいです。そうだよね。スッと並べるだけ使いやすいし、普通に美味しいんですよね、この餃子。60個だ。1バット60個あったか。はい。このニラどうしたの？あ、漏れた。はい、すごい。お坊さんじゃないけど、みたいな人がやるところだけ食べて。1分ぐらい柔らかいです。やば。塩としての。こうしたらいいですよ。すげえ。いや、できますよ。やってれば。コメント欄に書かれるわ。いや、もう声でわかるでしょ。ケチャップ米食わんの？腹いっぱい。今日米なしなしでつまみ食いしちゃった。つまみ食いしすぎ。これもしかしたらそのステーピングを外したんですよ、俺。外したこの感じで、どれぐらい餃子大好き。この餃子美味しいやつだね。冷凍じゃないらしいよ。俺が決めたんじゃん。小さかったっけ？本当にそうだと思ってたんだよ。マジでそうだと思って今。今息吹いて入ってもらって吸ってもらってどれぐらいか。あ、やりです。どこ目標とされるんですか？目標はマヨネーズって合うかな。合うと思うよ。
自分のマヨネーズじゃなくて酢と胡椒か。少々が一番美味しいね。さっぱりしてね。なんか違うと思って。やばバカ飲みしてます。やば結構あってますそれ。水分不足。水分不足。水がいいよ本当は。そんな体ムチムチしてる。痛風ましぐらいか。危ないですマジで危ないですうまっ。お腹すいた？めっちゃ好きまめっちゃすいた？まさき食べるの一番最後だもんね、順番的にね。そうですね。お腹すくよね。はい。でも自分思うんですよ。最後に食べた方が、例えば関取とかこう最初に食べるじゃないですか。後ろに人立ってるの自分嫌いなんですよね。背後に人いるの嫌いで、なんか怖いんですよ。めっちゃ背後に人いるの怖くて、こうやって後ろに立って帰ったらちょっと嫌だなって思いながら、関取になったらでもそうなるんだろうなとそうね思いながら、後ろで待たれるからね。なんかせかされる感じがして嫌なんですよ、なんか自分は。うまっ。おせこちゃんです。僕と翔太さんが登場です。昨日も2人で食べたね。はまさか髪の毛ねい、やばいっす。ワックス塗ったいやいや、瓶付け破れで。あ、そうなんだ。はい、もう髪がめっちゃ硬すぎて自分、もうなんか固まるんですよ。それケイちゃんがやってくれたの？いや違う、自分分でやったんだ。はい、多分、ザンバラの間は自分で塗らないといけなくて、後ろまでしっかり塗れないんですよ。手が回らなくて。なるほどなるほど。だいぶイメージ変わるね。はい。何もつけないよね。先輩に言われたもんね。場所行くときはちゃんと言われました。あ、場所行くときははい、塗ってから、もう普段から塗るようにしとけって親方に言ってもらって、やっぱ瓶詰油塗ってコンビニとか行ったら「お相撲さんですか?」って言われるから増えましたね。いや嬉しいですね、めっちゃ。早くちょんまぎ入りたいですね。そうだね。はい、でも東京の頃よりもだいぶ伸びたね。伸びましたよね、やっぱ。翔太さんと一緒に食事するの好きなんですよ、自大阪4日目とか。そうですね、4日目です。4日目か。はちょっとはもう慣れた。い、慣れましたね。慣れた。大阪もうちょっとなんか怖い人多いのかな。なんか結構ヤンキーのイメージが大阪強くて、でやっぱ大阪は方言がすごいですね。そうね。びっくりしました、それに。タクシーで空港からタクシーでここまで来たんですけど、タクシーのおんちゃんがめっちゃ方言がすごくて、なんて言ってるのかあんま分からなくてそっか、大阪もあんまり来たことない。一回あるんです、 USJ に家族旅行で。 USJ ね。でもそうですね。で九州の方ですかかなんか言われて、そうです、君も方言すごいねって言われて確かに方言すごいね。はい、LINE の会話とかでもお母さんとか友達と LINE の会話するときも「なんなんしたっちゃん」とか「なんなんしたばい」「今日は焼肉買いばい」とかお母さんに送って「やっぱあんた方言取れんねん」って言われて。本当になんとか倍って言うんだね。言います言います。奄美大島は一回試合に行ったことあるんですよ、九州大会で。学生の頃。はい。
愛知も方言やばくないですか？愛知もあるね。名古屋行くじゃないですか。そうだねとか言う人いる。だでって言うよね。そうださん、はい。代引きでなんか3200円かなんか言われました。YouTube で見てた頃とこうどうイメージ？あ、全く一緒です。あ、一緒？YouTube でもう入門する前から何回も拝見してたんですけど、そうだよね。言ってたもんね。あ、一緒でよかった。やっぱ思うじゃないですか。テレビと一緒で、テレビの裏側とテレビの中ってあるじゃないですか。立浪部屋はもうそのまんまで、ほんといい意味のそのまんまで、裏表がない部屋ですよね。あ、今払ってたんだ。もう払った。あ、オッケーオッケー。払ってきました。なんか起き上がると思った人これ。柔道体重別なんででかいやつとしか当たらないんですよ。いやけん米3杯食べてる。あんまりお腹いっぱいになった。え？ならなかった？はい。あの席、あのテーブルめっちゃ食べたもんね、みんなで。アクアさんの席。 6人前ずつ頼んだんだ。4人席でね。 6つだったんで。余裕だった。ちょっとあんま構えない、食べるとき。そうです。だからダメなんですよ。だからダメなんだ。本当に噛んだ方がいいらしいですけど。よく噛んで、お水いっぱい飲んで。俺飲み込んだんだよ。結構いくよ。今最終値でやる。お茶です。普段かかりそうなで今度喋れない話がなんかこっち攻撃されて弱くなりそうなこれよくしていきます最後押しますよ。はい。まあその前にあの人とかよく噛むイメージじゃないですか。よく噛む。噛んでるイメージないですか。あー、いや個人的にはヒロ君がめっちゃ噛んでるイメージ。わかります。今言おうと思いました。ヒロ君が細かく。もう体型で分かるじゃないですか。飯早いやつってあでかいじゃないですか。しのりさんめっちゃバクバク食いますね。よくお母さんとかに怒られた？噛んで食べなさいって。いや、あんま言われてない。30回以上噛みなさいって。絶対噛まない監督とかに噛むなんて飲み込めたらって。その癖がついちゃった感じ。相撲部の監督とかに。ちょっと癖がね。自分30回以上噛めちゃうってこう見られてたんですよね。あんた噛みよらんやろとか言われながら、いや噛んだよ30回自分の中であって、お腹に溜まりやすいのとか言われて。左の方が膝は悪いです。完全に閉じてみましょう。言われてたかもしれないです。思い出すの。言われた。ずっと思い出す。ゆっくり食べなさいと。ゆっくり噛みなさいって。ちょっとよく何で怒られた？お母さんのこと。こっちの方が楽っていう。いろんなこと怒られてる。こっちがちょっとこ例えば。何したっかな俺。やらかしすぎとは覚えてない。一番悪いことって何しました？あれかピンポンダッシュとかないんですか？ピンポンダッシュ。家にピンポンないもん。
あれでしょ、部屋全然片付けなくて片付けなさいって言われたり、あるそんなのばっかりでしょ。俺もあるな。あと物壊したりとかする。よく壊した。足元に落ちたガチャガチャの玉とか踏んで怒られてる。俺よくあることがあるんですよ。もう月 2ヶ月3ヶ月に1回水道壊してて、小学校の時に、いやもう2ヶ月って言わんない、1ヶ月に1回ぐらい冗談的で水道を小学校の時よく落として壊してて、自分首にかけるのがなんか嫌やったんですよ、紐で。わかります？なんていうの、なんか違和感で首に下げるのが嫌で手に持って行ってたら、よく水道の頭のプラスチックの部分割って帰ってきて、また壊したなよあんたって、イオンモールに買いに行かんばじゃんとか言いながら、ダイレックスでいいかなとか言いながイオンモールがあったのね、地元ら、に。ダイレックスってないっすよね、ここら辺。ないね。あるんです、そういうドラッグストア的な。ディスカウントストアだろ。あれ？ディスカウントストアだろ。あ、そうそう、ディスカウント。詳しいね。九州あるっすよ。あ、そうなのか。そうっす。で、よくそこに買いに行っててよ。ああ、もうあんたねって、まあ、小遣い減るからねとか言いながら。で、減らさないんすよ、それが。小遣い減らすからねとか言いながら減らさないんすよ。よく物が壊れてたっす。壊れた？何壊したんですか最近。サンダルをそのまま壊れて壊してる。どういうこと？サンダル？友達とふざけてて、なんかサンダルのこうプラスチックの部分あるじゃないですか、カチャってあると、折っちゃって、買ってすぐぐらいの。体重がそれ重いからってこいや違うです、ふざけてと？避けて。もう一回ありますよ。壊せ。なので体調がいいんですよね。角っこの思いっきり足ぶつけて折れたんです。トートさんがですか？俺が乗っかった。普段からサングラスかけてるみたいになっちゃう。そう思う。いかついな。ていうかこれ普通に色変わるんで。どこのねあ、サングラスになるやつね。ジーンズです。ジーンズにそんな何超光レンズ超光レンズでこれ中入ったらまた普通のメガネに戻る。あ、そうなんだ。でもなんかこれ片頭痛があるんで、あんまり目になんか光を入れちゃいけないみたいな、なんか片頭痛出やすくなるみたいなっていうのを聞いたんでこれにしたんです。で夜は普通のメガネなんです。これ紫外線でなるんで。でなんか手作りのクッキーとお持ちさせていただいて、ぜひお礼申したいというふうにおっしゃってましたので。お払いいたします。お頭をお下げ願います。お直り願い。
ぞ皆様ご起立ください。それではご代表に合わされまして皆様ご一緒にご拝礼ください。どうぞこの場所も皆様お励みください。よろしくお願いいたします。一寸法師知一寸法師ってるっすか？何それ？知ってるっすか？知らない。これある。一寸法師。あ、本当だ。あ、すごい。一寸法師に出てくるやつだ。これ何？一寸法師発祥の地っす。一寸法師発祥とかあるんですね。ね、発祥とか。先輩と引退したんですけど、先輩とよくやってたのが、目つぶってここまっすぐ歩けたら願いが叶うみたいな。へえ。なんかやってたの。結構長いもんね。結構長い。結構長いね。意外とね。まあだから夢はそんな簡単に叶わないよっていうことをね。ここでかい木があるんですよ。それはちょっと俺の中でパワースポット。本ご利益がある。ご利益があると思ってるんです。そこに毎日行ってんの？毎日は行かない。1年に1回です。住吉大社来た時に。なるほどね。行くんですけど。来た時にね。でこれが力士チンピラ。力士チンピラのこれが有名な。ああ、そうなんです。今コインランドリーの前で写真撮ってくださいって言われた。このサングラスで？いや外しちゃっさすがに。やっぱ国産の生姜の方がなんかいいですよね。いい神社。行きましょう。行きましょう。いい神社。いいオープニングがある。あれ、ハッと行かないの。今からパワースポットに。そう行きます。俺は毎年来たら、お参りして、まあこれやったから勝てるとかじゃなくて、挨拶みたいなもんですよ。済ましてもらってるんで。めちゃくちゃお世話になってる。そうそうそう。ここ全部でこれね、マイルですよ。毎朝やってる人いるでしょ。すごいですよ。俺とトラはあれですよ、初詣でも来たっすけど。あ、マジで？言ってたね、大阪行って。そうそう。これいい神社の証拠をお見せしますわ。鳩いるんですよ。鳩がいるね。そう。鳩がいるってことはそう。いい神社の証拠。いい神社の証拠。逃げませんからね。鳩がすくすく育ってる。鳩はいい知らせを持ってくるって誰か言ってたもんね。手洗いやっぱこのインフルエンザとかある手洗いここでしようってみんな。いい神社だからほら生姜いい。お前見て生姜。ちゃんとね。まずね左手洗うんです。で次右手洗うんです。で口ゆすぐんです。でそして洗って下げる。いいね。左手から左手洗って右手洗って口をゆすいで。これでこの木すごいでしょ。あ、これね。あ、めっちゃ太い。でも俺がパワーもらう木はまだ別なの。あ、まだ別なんだ。あ、これじゃないんだ。これじゃない。めちゃくちゃ太いね。でみんな発達さん来るときに、ここに来るんですよ。ほら商売発達みたいな。これ集めるんですよ。ちっちゃいやつから。これ何？毎月これ集めてこれになってくんですよ。どんどん大きくなるし。大きくする。何十点集めたらさ。48歳。中猫2体と小猫。すごい。やばいですよこれ。何年もかかるやつ。そうだね。毎月そうかな。いい神社はね、これもまた2つ目のポイントも人がよくいると。それは間違いない。
すげえ。来ました。これです。これも太いね。これなんですよ。自分がこれなんだ。歯をもらいに来るし。もうええでしょ。ジンジャージュース。いただきます。皆さん召し上がってください。どうぞ。中辛って書いてあるし。いただきます。はい。これ熱いな。熱いですよ。熱い。体温まるな。濃厚。これいいジンジャーは生姜湯もあると。いいジンジャー。ジンジャーかけてる。ちょっと食わしてもらいます。熱すぎたら怖いにいいジンジャーって書いてある。どうぞ生姜湯お振る舞いですよ。召し上がってください。どうぞどうぞ。これだ。これなんです。毎回来たら何するの？これお前再生して。これいくら出したらいいの？大体いろいろ説ある。なんかある。15円とか。違う。ダメらしいよ。10円って。何ですか？なんか52円。でも十分5円がありますよね。いやなんか違うらしいよ。俺もそう思ってたんだけど。5円もないですよ。でもなんか50円とかいいって言うんですよ。なんかわかんないですけど。50。意外でしょ。ここから見たらよくわかる。でけえ。これ書いてるんです。クスノキって。歯をもらわないといけない。そうだね。大事。しょっちゅうあそこ絶対お参りしてもいい。でこれが卵。卵の。そう。毎回これやるんですけど。こんな感じですかね。あとはもうこっちはでも本殿です。本殿超でかいっすよ。初詣すごい人でしたから。あそこの住吉大社の駅までもう人の列です。この本殿からっすよ。ライブ帰りとかっすよ。あ、わかりやすい。ライブ帰りぐらい。太鼓橋からとかじゃなくて、ここの本殿から駅までもう人っす。広いね。めちゃくちゃ広いっすよ。これなんかいっぱいあるんですよ。1、2、3、なんか順番あるんですよね。回る順番。もう今土俵がどこにあるか俺分かんないんですよ。ね。土俵あっちっす。いやでもすぐそこっすよ。土俵これの裏っす。裏って。ここっすよ。さっき必勝祈願したとこ。ここか。これ繋がってんだ。前絵馬描いたんですよ。ここそうなんだで。レス関とタラとなんだっけ。御朱印が横綱の御朱印あったんですよ。御朱印あったんですよ。あ、そうなんだ。お、なんか書いてある。あ、本当だ、すごい。すごいですね。なんか刺繍みたいになってるんですよ。ちなみに、はい俺御朱印集めがやってるんですよ。あ、やってんだ。これあれじゃないやんなくていいの。あれこおみくじあっちやん。育児やろうよ。これいい神社はやっぱり子供がもう一人で歩いちゃう。歩いちゃうからね。安全だあんから。まり歩かないじゃないですか。一人で。治安がいいからね。ね。握手しときや。石も。石持ってる。かわいい。一緒にやる？おー、かわいい。こんにちは。これあれいいこと書いてるみたいなやつ。それともあれ大吉とかの。それ神様のお言葉ですよ。ここも書いてる。小銭より。
あれウサギのなんか胴体におみくじ刺さってるやつでしょ。恋みくじがいいんじゃない？恋みくじ行こうよ。これみくじしますかみんなで。ねみんなで。俺はやんない方がいいっしょ。結婚したてはダメ。俺やる？結婚してるから。じゃあ俺まず行っちゃいますよ。僕も行っちゃいます。はい、取りました。後で一斉に見よう。見ちゃダメじゃん。もうなんかもううっすら見えたんだけど俺マジで見えてる。俺これ大丈夫です俺大丈夫これやばいやばい。はい。せーの。大吉吉。末吉すげえ。すごい。いやもう全員違うし。なかなか出ないよね。全員違う。あ全員違う。大吉、俺吉です。何見せ見せて。今日すげえ。俺大丈夫逆にラッキーじゃん。このくじをお守りとすれば神に届きやすし。あでもいいいいことじゃないですか。逆に言ったら出会っても会なしって書いてます今後の出会いそういらないってことですね。そういうことだよね。結婚してるから。幸運の鍵は現実って書いてます現実見ろ。現実見ろ幸運の鍵は思いやりって書いてます。思いやりが大事。を磨きます末吉って磨かれてる。今日だけ結ぶんです。末吉ってどっち上なんですか？吉。今日は結んでこう。すごいですすごいすごい。すごすぎてすごすぎる。これでつるつるの撫でられすぎてうさぎ撫でてくるから。つるつるつる。これいろんなところに撫でといた方がいいらしいですよ。これね、怪我去年の大阪で怪我したんだよ俺。あそうだ。大阪場所の6日目。桐生子が怪我した日、同じ日に俺膝怪我俺の方が先に膝怪我して、そしたら同じ病院に桐生子が運ばれてきた。桐生子の方が大怪我だった。そうそうそう。俺は半月板損傷ぐらいだったんですけど。それでもだいぶね。そうこれ怪我無病息災ね。無病息災。あー今日 YouTube 撮影めっちゃ食ったなー。はあ。お兄さん何ですか？今肩当たったよね。お兄さんから当たってきたでしょ。私は悪くないです。お兄さんもう早い話つけようよ。これだよこれ。これとは何ですか？お兄さん分かるでしょ。あんたね。いいから早く出せって言ってんだよ。ほっ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 。いや離れた。ちょダメだ